サムネイルになっているこの画像、あなたは何に見えますか？中央にはまるでミミズのような微生物が映っているように見えます。信じられないことに、これは40年以上前に火星からやってきた隕石で見つかった構造なんです。この画像は正真正銘の実写画像で、フェイクでも合成でもありません。かつて世間を震撼させ、現在も議論が続いている火星由来の隕石について徹底的に深掘っていきます。動画の後半では最近火星で見つかった生命の証拠についても触れているので、ぜひ最後までご覧ください。1984年12月27日、アメリカの隕石探査チームが南極のアランヒルズという場所で隕石を発見しました。重さが 2kg にも満たない小さな隕石で、表面の一部は黒いガラス質で覆われています。これは隕石が地球の大気圏を突き抜ける際に形成されたものです。この隕石は発見場所にちなんでアランヒルズ84001と命名され、詳しい分析は発見からおよそ10年後に始まりました。後にこれが学会だけでなく世界中からの注目を集めるなど、誰も予想していませんでした。1993年、平凡な小惑星のかけらに過ぎないと思われていたアランヒルズが火星からやってきた隕石であることが判明します。火星からの隕石であることを示す最も有力な証拠は、火星の大気と同じガスが含まれていたことです。火星の大気の成分そのものは地球や金星と同じ部分もありますが、同位体の比率まで見るとどの惑星の大気とも大きく異なります。火星の大気の組成は1976年に NASA のバイキング探査機が火星で分析した結果からすでに判明していました。そして2013年に行われたキュリオシティの測定結果もこれを裏付けています。アランヒルズが火星から飛来した隕石であるという点については、現在でもほぼ確実と言われています。しかも、アランヒルズは、およそ45億年前の火星で形成された火山性溶岩の岩石でした。後に40億9000万年前に修正されましたが、どちらにしても火星形成初期の時代です。当時は、地球も火星も、絶え間なく降り注ぐ隕石の雨にさらされ、地表はマグマで覆われていました。ここで疑問なのは、アランヒルズが宇宙空間に吹き飛ばされたきっかけです。火星の重力は地球のおよそ3分の1しかありません。そのため、火星の重力を振り切るために必要なエネルギーは地球と比べると少なく済みます。とはいえ、アランヒルズが火星から脱出するためには、火星の脱出速度である秒速約 5km 以上の速さが必要です。知られている中で岩石をこれほど速く動かせる唯一の自然現象は隕石の衝突しかありません。直径が 0.5 から 2km を超える隕石が火星に衝突すれば、その近くにあった岩石が火星の重力を振り切って宇宙空間まで吹き飛ばされる可能性があるそうです。アランヒルズは約1600万年前に宇宙空間に弾き飛ばされ、約1万3000年前に地球に飛来したと推測されています。1600万年前といえば、人類が誕生した時代からさらに900万年も遡り、哺乳類や鳥類が楽園を築いていた時代です。これほど大昔から宇宙を旅していた岩石が、地球の引力に偶然捉えられて南極にたどり着いたのです。現在までに地球で発見された隕石の数は7万個以上で、そのうち火星由来の隕石は400個程度。当時、アランヒルズは火星由来の隕石として公式に認められた数少ない隕石の一つとなりました。これだけでも十分な発見ですが、1996年、これをはるかに上回る衝撃的な内容が発表されます。NASA の研究チームが査読付き学術誌のサイエンスに掲載したこの論文は世界的に話題となりました。
火星に残る微生物の痕跡を示す可能性を見つけたというのです。まず、アランヒルズの割れ目から PAHS と呼ばれる有機物の一種が検出されました。有機物は生命の構成要素として必須となる物質で、当時は火星で唯一の発見例でした。南極で発見された他の隕石に同じような PAHS は確認されていません。その近くで発見されたのは球状の炭酸塩です。炭酸塩の堆積物は地球にも大量に存在しており、そのうちのほとんどが海洋生物によって作られています。例えば、サンゴの骨格、貝殻、ウニの外骨格などです。炭酸塩に含まれていた鉱物を調べたところ、地球の微生物によって生成された物質と構造や大きさがかなり似ていることが分かりました。二酸化炭素を含む液体の水が小さな亀裂に入り込み、後になって沈殿したと考えられています。極めつけは冒頭で紹介したこの画像です。電子顕微鏡でアランヒルズを観察した時に撮影されたもので、バクテリアのような細長い構造物が写っています。論文によると、その大きさは20ナノメートルから100ナノメートル程度。1ナノメートルとは1ミリの100万分の1のサイズなので、恐ろしく小さいことがわかります。これらのうち、どれか一つの証拠だけであれば、そこまで大きく騒がれることはなかったかもしれません。しかし、複数の証拠が揃った上に、生物の化石のような写真という大衆にもわかりやすい視覚的な証拠まで加わったことで、地球外生命への期待が一気に爆発したのです。NASA の研究チームが発表したこの論文が世間に与えたインパクトは凄まじく、アメリカのクリントン大統領が言及するほどの話題を呼びました。しかし、これだけ注目を集めれば、それ相応の反論も寄せられるものです。生命の根拠ではないという主張の理由を順番に見ていきましょう。まず、PAHS については、落下した際に地球の有機物が混入した可能性が指摘されています。論文では、隕石固有のものであることを示す調査結果が出たと主張していますが、地球で汚染された可能性を完全に排除することは困難です。また、球状炭酸塩に含まれる成分についても、生物以外のプロセスでも生成されるという研究結果が報告されています。そしてメディアで大きく取り上げられたこの画像、生物の化石やバクテリアの写真と似ていますが、結局は似ているように見えるという曖昧な根拠にとどまっています。先ほど言ったように、細長い構造物の大きさは20ナノメートルから100ナノメートルしかありません。地球で見られる一般的な細菌の大きさの50分の1、もしくは100分の1というスケールです。これほど小さく、なおかつ構造もわからないものを生物と呼ぶには疑問が残ります。その後も激しい議論が交わされ、炭酸塩が火星の水があった環境で形成された点については、学者の意見がある程度一致しました。しかし、生命が存在する証拠としては、決定打に欠けるという評価が主流です。要するに、提示された証拠は生命活動を介さないプロセスでも説明できるので、直接的な根拠にはならないということになります。これは地球外生命についての発見にはよくある指摘です。つい最近も火星で似たような報告が上がっています。2025年9月10日、学術誌のネイチャーにキャッチーなタイトルの論文が掲載されました。昔の火星に生命が存在していた可能性を示す、これまでで最も強力な証拠が発見されたというのです。ジェゼロクレーターで調査を続けている火星探査車パーサビアランスが、特徴的な泥の岩石をいろいろな場所で発見しました。採取したサンプルから検出されたのは、リン酸鉄を含む鉱物やグレイガイトという硫化鉄鉱物です。これらの鉱物は泥に含まれる有機物が鉄に電子を渡した際に生まれた残り物だと NASA は推測しています。
これが生命の存在していた証拠と言われる理由は、地球の微生物も同じ化学反応を起こすからです。微生物は有機物を消費してエネルギーを得る過程で鉱物を生成します。人間が食事から栄養を取り込んで排泄するのと変わりません。問題になるのはやはり生命活動以外のプロセスでも同じ鉱物が生成されるかという点です。今回指摘された現象は火山のような高温の環境であれば生命がいなくても起きる可能性があります。しかし論文によると、この岩石が見つかった場所はかつて湖の底にあり、高温状態になるとは考えにくいそうです。本当に生命が存在していた証拠なのかを確かめるには、地球の最新設備でさらに詳しく分析する必要があります。そのために計画されているのが、火星から地球にサンプルを持ち帰るサンプルリターンミッションです。しかし、NASA の予算の都合などが理由で、実施の見通しはまだ立っていません。生命存在の可能性を示唆する証拠はこれまでにいくつも発見されてきました。ただ、いずれも状況証拠にとどまっており、直接的な証拠は確認されていません。議論を次の段階に進めるためには、火星探査車による分析だけでは限界に近づいています。アランヒルズで見つかった痕跡も結局は間接的な証拠に過ぎません。しかし、この発見は宇宙開発の流れを大きく変えました。アランヒルズが発見される8年前、バイキング探査機が初めて火星への軟着陸に成功します。しかし、火星に生命がいるという長年の期待を裏付ける決定的な証拠は残念ながら見つかりませんでした。その後、宇宙開発の予算はスペースシャトルに割かれ、世間は火星への関心を失い始めていたのです。そこに突如としてアランヒルズの発見が舞い込み、火星や生物学への期待が再燃。NASA では宇宙における生命の起源を研究する NAI が設立されました。NASA のダン・ゴールデン長官は、アランヒルズの発表が NASA の火星探査ミッションを救い、5年間で60億ドルを研究に投入できたと述べています。アランヒルズをめぐる議論には未だに決着がついていません。しかし、宇宙における生物学の発展に大きく貢献したことは間違いないでしょう。